あなたたちの幸せを願って、もう600万も支払ったのよ。それなのに人を財布だの ATM だの、なんて言い草なの。そんな小銭で偉そうに、世話になった覚えはありませんけど。長男の妻、ルミさんは小馬鹿にしたように笑った。そんなに言うなら支払いやめてみな。そもそも俺はエリートなんだから楽勝なんだよ。これまで育ててきた長男の大輔までこの調子だ。結納金200万に加え、結婚式の費用400万円を支払わせておいて、感謝どころかこの仕打ち。金づるとしか思われていなかったなんて。私は息子の育て方を間違えた。もう二度とこいつらの言いなりになんかならない。あなたたちの言うことはよくわかったわ。いいのか？孫の顔は見せてやらないぞ。脅すように言った大輔に私は言い放った。別に店に来なくていいです。喜んで支払いはやめさせていただきます。ここから私を金づると呼んで馬鹿にしてきた長男夫婦の転落が始まる。私の名前は朝子。今年で56歳。12年前に夫が病で亡くなってから仕事に2人兄弟の子育てにと一人で奮闘してきた。現在は結婚前から勤めてきたそれなりの企業で役員をやっており、世間的にはいわゆるキャリアウーマンと言われる。夫が亡くなった時に高校生だった子供たちも大学を卒業し、それぞれ仕事について今は一安心といったところ。あとは二人とも家庭を持ってくれたら嬉しいが。そんなことを考えながら子供たちと暮らしていたマンションで悠々と一人暮らしをしていた。そんなある日、長男の大輔から今度結婚の挨拶に行きたいんだけどと連絡が来た。私は喜んでそれを承諾した。今年で28になる大輔は大企業に勤めて営業の仕事をしている。多少お調子者なところがあって若い頃は心配していたが、ようやく腰を落ち着けることになったようだ。そして結婚の挨拶当日。母さん久しぶり。これは婚約者のルミ。はじめまして。よろしくお願いいたします。紹介されたルミさんは大輔の働く会社で受付をしているそうだ。きらびやかな美人で、よくこんな人を捕まえたなぁと我が子ながら感心してしまった。まあまあ、この旅はおめでとう。二人の幸せを応援しているわ。私も顔がほころび、会話が弾んだ。そしてしばらくして結納の話になった。ということで、近々結納をやりたいんだ。そうね。私も用意しておかなくちゃ。母さん、結納金は200万円で頼む。一瞬驚く。現代だと相場はせいぜい100万円くらいだと思っていたが。しかし、幸せそうにニコニコしている二人にそんなことは言えず。わかったわ。おめでたいことですもの。というしかなかった。後日、大輔の姉で長女の美香子が遊びに来た。美香子、仕事の調子はどうなの？昨日が締め切りだったのよ。それなりにやってるから心配しないで。美香子は漫画家をやっている。大ヒットはしていないものの連載を持っていて食べてはいけるそう。昔から絵が上手くて漫画が大好きだった彼女には天職なのかもしれない。そういえばお母さん、大輔、結婚するんだって？そうなのよ。この間、婚約者のルミさんを連れて挨拶に来たわ。そう。それで、結納金は200万円って言われたのよ。へえ、今時結納ってやるんだ。確かに200万は高額だけど、今はそれを二人で結婚式の資金にしたり、
結納返しって言って半分くらい返されたりするみたいよ。そういうものなのね。人生で大事な結婚に関することだからね。母さんも大変だけど仕方ないかもね。そうね。おめでたいことですものね。そして結納当日、私は約束通り200万円を包んだ。ルミさんもルミさんのご両親も嬉しそうだった。これは2人の新生活のために使わせていただきます。と200万はしまわれた。あると思っていた結納返しはなかった。しかし、それも結納とはそういうものとこらえた。それで2人が幸せな結婚ができるのならいいのだ。だが、後日、衝撃的なことを大輔に言われた。結婚式は会社や関係者をたくさん呼んで盛大なものにしたいんだ。250人くらいかな。それは素敵ね。ということで、母さん、結婚式の前払いをよろしく頼むよ。え？私が出すの？私は当然、結婚式は自分たちの資金でやるものだと考えていた。頼むよ母さん。結婚式は親が出すって普通のことだぜ。だって、結納金だってたくさん包んだわよ。ルミの親は体が弱くて頼れないし、ご祝儀が入ったら返すからさ。しぶしぶ大輔が持ってきた請求書を開くと、なんと請求額は400万円。前払いでこれだけかかるとは、一体どんな規模の結婚式をやるつもりなのだとめまいがした。ちょっと、これはあんまりじゃない？身の丈に合った式にすればいいじゃない。一生に一回のことだから妥協したくないってルミが言うんだよ。それに、ルミのお父さんお母さんにもルミの幸せそうな姿を見せてやりたいだろ？そう言われてしまっては出さないわけにはいかない。わかったわ。そうよね。一生に一度のおめでたい場ですものね。私がそう言うと、大輔は笑顔になって、よろしくと言ってその場を去った。後日、私は式場に前払い分の400万円を振り込んだ。自分の老後のためにコツコツ貯めていたお金を崩すのは辛かったが、これも子供の幸せのため、そう自分に言い聞かせた。そして2ヶ月後、結婚式当日。結婚式場はさすがに豪華絢爛で驚いてしまった。朝早くに美香子と会場に行き、留め袖に着替えてヘアセットなども済ませた。新郎新婦の控え室に顔を出そうとノックしようとしたとき、中から2人の会話が聞こえた。いやー、母さんのおかげでこんな豪華な式が挙げられてラッキーだな。ほんと。結納金も200万もくれたし、おかげで新しいバッグ買えちゃった。ほんといいお財布。財布っていうか ATM だな。これからもガンガン引き出していこうぜ。大輔ってばひどい。私と美香子は固まってその会話に聞き入った。ルミさんは危機として言う。なんだかんだ頼めば、式費用の後払い分も出してくれるでしょ？出させるに決まってるだろ？任せとけって。そしたらご祝儀で新婚旅行にハワイ行こうよ。ルミのパパママももちろん一緒に。新居にはタワマン買ってもらっちゃう？そりゃいいな。その費用もうちの母親に出させようぜ。金だけはあるんだから。ノックしようと掲げた手がブルブルと震えた。美香子が私の肩を抱き、ドアから離れさせてくれる。息を整えながら、肩に置かれた美香子の手を握って私は言った。美香子、式が始まったら調べてほしいことがあるの。もちろんよ、母さん。私に任せて。そして大輔とルミさんの結婚式はスタートした。
チャペルで二人の誓いの言葉を聞いた時も、披露宴が始まってからの乾杯の時も、私の頭の中ではさっきの二人の会話がぐるぐる巡っていた。新郎のお母様、麻子さんです。司会の人に紹介され、スポットライトが当たっても、立って頭を下げるだけで精一杯だった。会場をお酌に回っていた美香子が戻ってくる。お母さん、ルミさん側の親族にも確認したけど、ルミさんの親御さん、どっちも普通に健康だって。やっぱり。ひどすぎるよ。ちゃんと抗議しよう。私も一緒にいるから。美香子がそう言ったとき、お色直しの時間になった。まずはルミさんが退場し、大輔の番だ。新郎がご退場なさいます。エスコートは、お一人で新郎を育てられたお母様、麻子さんです。指名された私は、花道を歩いて大輔を迎えに行く。酒の入った大輔は上機嫌で、司会のマイクに向かって、自慢の母です、などと言っていた。無表情で大輔の隣を歩き、会場を出て控室まで直行する。美香子もそこにいてくれ、大輔に話しかけた。ちょっと大輔、あんたに聞きたいことがあるんだけど。なんだよ姉貴、着替えて戻らなきゃいけないんだから、手短にな。和装を解きながら、大輔がぶっきらぼうに言う。さっき、控え室での会話を聞いたわよ。母さんのことをよくもあんな風に。はぁ？聞いてたのかよ。まあいいけど。大輔の態度に驚いていると、先にドレスに着替えたルミさんがやってきた。お母さんにお姉さん、どうしたんですか？美香子が食ってかかる。ちょっとルミさんのお父さんお母さん、元気なんですってね。二人ともいい企業で働いているのに、うちの母にばかりお金出させるなんて、どういうことなんですか？何ですか？小姑の嫁いびりってやつですか？怖い。ルミさんは大げさにのけぞってみせた。そのふざけた態度に堪忍袋の緒が切れる。あなたたちの幸せを願ってもう600万も支払ったのよ。それなのに人を財布だの ATM だのなんて言い草なの？それを聞いてルミさんは小馬鹿にしたように笑った。そんな小銭で偉そうに世話になった覚えはありませんけど、だいたい結婚となれば夫の親がお金出して当然ですよね。でもあなた、親の体が弱いって嘘ついて新しいバッグを買ったって。やだ、盗み聞きですか？趣味悪い。口を慎みなさいよ。美香子が怒ってそう言うと、ルミさんは美香子を見た。生き遅れで30にもなってるお姉さんに何も言われたくありませんけど、漫画家なんてわけわからない仕事して、そんなオタクだから結婚できないんですよ。そうだぞ。姉貴は結婚なんて絶望的だからな。母さんも孫の顔見たいんなら、俺らにあんまり失礼な口聞くなよな。美香子は驚愕の表情を浮かべ固まった。美香子にまであなたたち、なんてことを言うの。叱ろうとした私に向かって、大輔は笑いながら言った。そんなに言うなら支払いやめてみな。そもそも俺はエリートなんだから楽勝なんだよ。金づるがなくなるのは残念だけどな。結納金200万に加え、結婚式の費用400万円を支払わせておいて、感謝どころかこの仕打ち。私は息子の育て方を間違えた。もう二度とこいつらの言いなりになんかならない。あなたたちの言うことはよくわかったわ。いいのか？俺たちの言うことを聞かないなら孫の顔は見せてやらないぞ。脅すように言った大輔に私は言い放った。別に店に来なくていいです。
喜んで支払いはやめさせていただきます。大輔とルミさんはポカンとした表情でこちらを見る。もうこれで親子の縁を切るわ。せいぜいお幸せに。そう言って私は美香子の手を引き会場を後にした。披露宴会場からは賑やかな声がまだ漏れ聞こえていた。1ヶ月後、美香子と家でお茶を飲んでいると、けたたましくインターホンが鳴った。うわ、お母さん、大好きだけどどうする？いいわ、入れてちょうだい。1ヶ月ぶりに見た大輔は、なんだかやつれて疲れているように見えた。急に来て、一体どうしたっていうの？母さん、結婚式場の請求書は来ていたはずだろ？なんで払ってないんだ？は？確かに後払い分の請求書、450万円でしたっけ？届いていたけど、私が払う義理なんてないわ。そんなこと言わないでくれよ。結局ご祝儀もそんなに集まらなくって支払いできなかったんだ。だから今借金していて。すると、美香子が鼻で笑いながら言った。結婚式での参列客の会話を聞いていると、あんたたちずいぶん評判が悪かったわね。あんたは職場や取引先で威張り散らして適当な仕事ばっかりやってて、ルミさんは周りの女性に養子や結婚のことでマウント取ってはこき下ろしてたそうじゃない。そんな人たちにご祝儀包みたくない気持ちわかるわ。姉貴は黙ってろよ。口を挟むな。私はため息をついた。あなたたち、私だけじゃなくて周りの人たちも大切にしてこなかったのね。結婚式の費用は自業自得だと思ってちゃんと自分たちで払いなさい。慌てて大輔が言う。そんな、困るよ母さん。こんな状況なのにルミの散財は止まらないし、調子に乗ったルミの親まで俺にたかりに来るんだ。ルミさんがお金が大好きなのは今に始まったことじゃないじゃない。それに、ルミさんを見ていたら親御さんもそうだろうと十分に想像できたことだわ。頼むよ母さん。俺たちを助けると思って金をくれ。手を合わせてくる大輔に私は一喝した。俺はエリートなんだから楽勝だ。支払いやめてみなって言ったのはあなたでしょ。それに親子の縁を切るってあの時言ったわよね。私がこれ以上お金を出す義理なんてないわ。そんな、母さん。私を金づる扱いしてきた人に母さんなんて呼ばれたくないわ。本当は式の費用も結納金も返してほしいくらいだけど、手切れ金としてあげます。だから今すぐ出て行って。愕然としていた大輔は、今度は底意地の悪い表情になった。おい、いいのかよ母さん。俺たちと縁を切ったりなんかして、旦那もいなくて老後はどうするんだ？本当に孫の顔も見たくないのか？私が何か言う前に美香子が言った。それならご心配なく、お母さんのそばには私がいますから。売れない漫画家の姉貴に何ができるって言うんだよ。孫も産めないくせに黙ってろ。大輔は口の端に泡をためて怒鳴った。怖い怖い。売れない漫画家だのオタクだの、バカにしてくれますけどね。私の漫画、今年の少女漫画で売り上げトップクラスですから。来年アニメ化、映画化も決まってるんだけど、少なくとも借金持ちのあんたよりはお金ありますよ。そう。美香子は仕事で大成功していた。そして大輔はあることに気づく。おい、姉貴、それ。これ？気づいた？そういうことよ。美香子は左手の薬指にはめた指輪を大輔に見せつけた。担当の編集さんと結婚するの。大手出版社のやり手編集よ。あんたよりずーっとエリート。ということで、母さんの面倒は私たちで見られますから、あんたたちはいりません。まあ、
もともと子供に面倒を見てもらおうとは思ってないけどね。ありがとう、美香子。私たちも結婚式するけど、すべてちゃんと自分たちでやるわ。お母さんは呼ぶけど、大輔、あんたは来なくていいから。呆然とする大輔に私は言った。わかったでしょ？もう二度と私たちに関わらないで。美香子と二人でぐいぐいと大輔を玄関に押しやる。おい、頼むよ母さん。姉さんも。あ。私はあることを思い出した。金をくれる気になったのか？嬉しそうな顔でこちらを振り向いた大輔に私は言った。この間あんたの結婚式に来てた取締役さん。今まで知らなかったけど、私の会社の取引先だったの。あんたの採用自体も、仕事ができないあんたを厚遇してきたのも、大口取引先の私に忖度していたみたいね。でも、もうそんなのやめるよう言っておいたから。おい、そんなの聞いてないぞ。やめてくれ。あとは自分の力でどうにかしなさい。じゃあね。さようなら。私と美香子は大輔を外に追い出し、ガチャリと鍵をかけた。大輔はドアの外で何やらわめいていたが、無視しているといつの間にか静かになった。それから1年が経った。私は大輔やルミさんが来ないように、あれからすぐ家を売り、老後に向けて高齢者用サービスのついているマンションの部屋を購入した。前のマンションのご近所さんによると、大輔とルミさんが訪れて家の前で、なんでいないんだと騒いでいたことがあったらしいので、その選択は正解だったと思う。大輔とルミさんはというと、新居のタワマンの夢はどこへやら、狭いアパートで暮らしている。結局大輔はこれまでの行いを見直され、左遷になったそうだ。エリート街道から外れてプライドが傷ついたのか、大輔はさらに周りへの態度を悪化させたらしい。まだ解雇されていないのが不思議なくらいだ。結婚と同時に寿退社したルミさんは、あれからしばらくは変わらず散財していたらしいが、すぐに二人の資金は尽きた。借金があっても贅沢癖は抜けず、ルミさんの親は相変わらずたかってくるしで、今は毎日喧嘩が絶えないらしい。二人にはお金を稼ぐ苦労や、周りの人を大切にすることを学んで大人になってほしいと思っている。まあ、あの二人には無理かもしれないだろうけど。美香子とは今も良好な関係だ。美香子の結婚相手もいい人で、私のことも大切にしてくれるし、今度二人には赤ちゃんが生まれる。可愛い娘と孫のことはたっぷり甘やかすつもりで、それを楽しみに今は毎日働いている。